だいぶ低温重視の男の直感になると思います。アクセルシャフトの上とってったら外すの知恵の輪なんですよ。簡単に取り出す方法は、それじゃあ、今回は、マフラー。いよいよこのリミテッドもマフラー入れることにしました。ただ、今回入れるマフラーは、視聴者さんの参考になればなぁと思って、あえて男の直感を入れたいと思います。ただ、もちろん皆さん分かっている通り、直感っていうのは音量とか、そういう問題なんかで、行動では使用禁止ですよね。なので、本日はマブラック特設サーキットから走行動画をね、撮りたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでもベーション。はい、ということで、男の直感なんですけれども、直感っていうと結構皆さん思いがちなリアピースのみの直感なんですけども、これね、ちょっとね、見せたいんですけど、ちょっと待って。はい、ということで今持ってきたんですけども、これ、ワゴン R の純正のマフラーのリアピースと言われることです。これリアピースをパイプ1本、要は消音器がない状態にしたら直感ではないんですよ。これ大体、ストレートのやつもあるんですけども、大体自動車のマフラーって、これの前にエンジン寄りについてるパイプの部分も消音器がついてる場合って結構あるんですよ。だから、本当の直感って、触媒のストレート、中間パイプの消音器もストレート。このリアピースの消音器、太鼓って言われてることですね。それもストレート。これが本当の直感なんですけど、今回はちょっと触媒っていうのは、ストレートってこれ存在してないんですよ。売ってないんですよね。なんで、フロントパイプからの男の直感。これをですね、やってみたいと思います。準備した商品はこちらなんですけども、こちらは、はい、いっぱいあるでしょ、これね、メーカーどこかわかりません。ただ、ストレートパイプです。一応ね、ステンレスなんで、材質は悪くないかなと思います。これが、触媒交換した時についてた部分です。ここの上に触媒がついててって言ってて、ここつけたじゃないですか。ちょっと残念ながらそれ動画にできてなかったんで、視聴者の皆さんはわかんないんですけども、これが触媒があって、タービンがあって、液マニがあるっていうところから繋がってる部分です。そっから前から来て、これがさらに繋がって、この部分がここに繋がる。で、そんな長いの？そうです、そうです、そうです。で、これ純正じゃないですか。今回つけるのはこちらです。こちらがこのような状態になってます。はい。もうまんまパイプ1本ですよ。で、これをさらにつけて、で、アクセルって言って、リアのね、アームがあるんですけども、アームの上を通って、そこの下にこいつがつく。だから、触媒移行に関しては、これ本当の直感という感じになります。何度も言う通り、こちらは行動使用は禁止なので、視聴者の皆さんは絶対に真似しちゃいけません。クレードでも言ってきます。行動での使用は絶対にいけません。今回マブラックは、マブラック特設ステーキじゃないか。マブラック特設サーキットで使用しますので、視聴者の皆さんは、ちゃんとね、サーキットとかだったら別に、ただサーキットでも音量規制があるんですけども、イベント用として捉えていただければ、このワゴン R に直感のマフラーを入れるとどうなるのかっていうのを今回動画にしましたので、ちょっとね、それを最後までご覧いただければと思います。ちなみに、これ、ターボと NA ってあるじゃないですか。前回のこの動画でいろいろターボと NA とかっていろいろうんちく話しましたけど、あるでしょ。ターボと NA でもマフラーの音って違うんですよ。音質も違ければ音量も違う。どちらかというと、ターボじゃない車両は、例えばこの直感にすると、音が甲高くなります。ターボの場合は、同じ仕様で直感入れると、音が低くなります。結構その傾向が強いんでね。で、こちらはターボの車両なんで、結構低い音になるのかなと思います。だいぶ低音重視の男の直感になると思います。ぜひね、作業からちょっと見ていただければと思います。まずは、ジャッキアップなんですけども、ジャッキアップは毎度の動画でやってますんで、ちょっとスキップさせていただきます。で、今、もうすでに上がってる状態です。そう、背が高いの。はい。まあね、下へ潜るときは、特にビジットラック、こちらなんかは結構揺らして取るっていう傾向になりますんで、ビジットラックはあった方がいいかなと思います。で、今回フロントパイプもなんで、フロントもある程度車体を上げてる状態です。はい。それではね、後ろの方からマフラーを交換していきたいと思います。これございます。愛用のブラックなだけにブラックシートです。ブルーシートでございます。この上ならいつでも寝れるぜ。いつもお昼寝してますから。パパンだ。腹パン？さあ、じゃあこれでね、潜ります。俺流の外し方。後ろから外していくんですけども、右後輪タイヤ。これね、作業の向上性を図るんだったら、タイヤ外した方がいいかもしれません。ただ、タイヤなくても全然できますんで、私と同じ面倒くさがり屋な人だったら、タイヤ外さなくても大丈夫だと思います。ちょっと待って。はい。今言葉変だったよ。何ですか？タイヤ外さなくても大丈夫って言いたいのに、タイヤなくても大丈夫って言ったから矛盾してる。タイヤ外さなくても大丈夫って言いたいんだけど、タイヤなくても大丈夫って言ったから、言葉が矛盾してるね。タイヤなくても、わかった。あんまよくない。じゃあ見直した。自分バカなんで。では、ちょっとね、その横についてるところから外したいと思います。はい、外すボルトのサイズは12ミリです。12ミリ。はい。ここにありますので、これを12ミリで外します。これを取ります。はい。はい、じゃあ取りました。そしたら、下に潜り込みます。下に潜り込んだらですね、私は、
ここから外します。これは12ミリですね。これを外します。これは前回のね、動画でもお話しした通り、差し込みタイプなので、このバンドに関しては、差し込んでるところを伝えるような形になってます。ある程度緩んでいったら、手でね、緩めていただいて結構です。これやっぱ排気系だから、ネジのところなんかは最初556とかサイズを置いた方がいいかもしれません。はい。じゃあこれでボルト取りました。そしたら、これを広げます。ビヨーンって。ビヨーンって広げたら、これが取れます。そしたら、スポンと抜けます。取れない場合は、軽くこっちを押さえて、これ来るような感じ。はい。そしたら今これビアスまってるだけの状態です。そうしたら、上についてるゴム。それから次はこちらのブッシュを取ります。これはこっからでもいいし、上からでもいいし。私の場合は、これ買ってきたマフラーに、このゴムブッシュもついてたんで、そのままブッシュごと取っちゃいます。なので、こっち側を取っちゃいたいと思います。これは、こう、ずるっとずらすからです。はい、そうすると、そのまま、こっちにまたブッシュがついてます。この図ですね。この図になって、今度はまた、ここを、今度は押す感じですね。押す感じじゃない、引く感じですね。これをまた、よいしょ。はい、取れました。取れたら、今度引き抜く。取れたら、これね、意外にアクセルシャフトの上取ってるから外すの強めなんですよ。で、簡単に取り出す方法は、最高を上げて、ちょっと引く。そうしたら、まあ、このブッシュなんかも引っかかりやすいんで気をつけてもらいたいんですけど、大体みんなここに引っかかって、こっから地面に当たっちゃって引っ張れないんですよ。これね、助手席側にずらします。ずらして、回しながらやると、こうやって簡単に取れます。はい、これで純正マフラーが取れました。で、これ引っ張り出しましょう。よいしょ。はい、これで純正部品が取れ出せました。じゃあ、この状態でとりあえずリアピースの部分が取れました。だからさっきほら、男の直感って言って全部直感にするよって言ったんですけど、とりあえずリアピースだけの直感だったらどんな感じになるのかっていうのを、音でも聞いてみたいです。いいの視聴者さんは聞いてみたいと思います。そう。なんで、ちょっとね、リアピースだけの直感をつけてみたいと思います。はい。やりたいのね。やってみたい。素直に言えばそういうことです。はい。じゃあちょっとリアピースだけやります。はい、リアピースはこちらになります。で、こちらはね、多分ちょっと確証はないんだけど、サムライジャパンさんっていうところのマフラーだと思うんですけども、一応ね、形状的に調べてみたらこれが一番似てるかなっていう感じなんですけども、一応これが直感です。これをちょっとね、つけてみたいと思います。はい。どんな音なんだろうね。これはね、すごく賢くて、ワゴンワンってグレードによってバンパーがここまでだったり、で、これ、ほら、リミテッドスペシャルだから、エアロっぽくなって、ちょっと長く延長されてるんですよ。それ車種によって、バンパーの長さが違うから、このステーの部分をネジ式にして、高さを調整できるようになるんですよ。で、なかなかね、賢くよく作られてるマフラーなんで、いいなと思って買いました。これをね、早速つけてみたいと思います。はい、じゃあまた潜ります。取り付けに関しては逆の要領なんで、さらっと見ていただければと思います。はい。ただ、明らかに純正のと比べて、太鼓部分がないんで、タイプは明らかに通りやすいし、軽量です。全然違います。はい。じゃあ取り付けましょう。はい。じゃあこれまず、先ほどの逆の手順で、こっち助手席側に鳴らしながら、ここを通します。はい、通したら、くるっと回して、これ OK です。で、あと、そしたら私は真ん中の部分のステーからつけます。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じでつきました。そしたら今度は、よいしょ。ここのステーをつけます。はい、ここのステーをつけます。ね、まだね、差し込まなくて大丈夫です。ステーをまずつけましょう。はい、ステーつけました。そしたらここのタイプをつけます。カメラも一緒に入れちゃってる。M さんカメラ変わって。いいよ。はい、じゃあここをつけて、パシッとね、つけたら、バンドをつけます。バンドね。で、ガボッとやって、で、ボルトをつけます。で、ラチェット12ミリで締めます。やっぱマフラーの音量が変わるってさ、テンション上がらない？上がらない。上がらないんだ。上がらない。静かな方がいいよ。まあ、サイレントもね、若い人なんかは特に夢があるじゃないですか。僕は、街中に迷惑かける爆音を普及するためにこれをやってるわけじゃないですよね。このエンジンの本来の音がどんななのかっていう意味合いでやってるだけですから。よいしょ。はい、じゃあここつきました。そしたら今度ベイブッチの方ね。はい。そしたらこれも、これは簡単なんですよ。リアピースが外れてるんで、これつけてもらって、で、さっきの12のボルト。そしたらこれを先ほどのタイヤの脇のところにこのブッシュをつける。こっちです。もうばあさんみたいにうんこらしちゃって立つんじゃないやん。転んだらどうするのさっきの気がする。ボルト通して、はい、仮止め終わりました。で、あとは、ここ高さ調整するんですけど、幸いなことに高さね、ちょうどやっぱ、
合ってる？合ってるっぽいんでね。後ろから見てみよう。こんな感じでつきますので。はい。このままつけちゃいます。このマフラーはここが分割式になってるんで、バスケットとボルトね。これね、14ミリだね。14ミリのボルトをつけます。はい。ガスケットを挟んで、で、ボルトを、これね、ボルト上からの方がいいと思うんです。万が一外れちゃった場合なんかだったら、上からボルト通した方がナットだけ抜ける感じになってボルトごと抜けるってことはないと思うんで、これでね、上からボルトを通してナットを止めてみましょう。落ちちゃう。はめにくいから、下からいや、だから人の話聞いてないの。違う、落ちた時のこと考えてだけど、はめやすさは下から刺して上からかぶせる方が基本的に変わらないと思います。なんね。まあ、ジャパンのかもしれないけど、私はちょっとその落ちちゃった時のことを考えて上からボルトを通してます。反対側もつけて、反対側も止めます。で、軽くこれ仮止めしたら、高さの調整、バンパーとのクリアランスを見るために、ちょっとね、一回高さ合わせてみてみましょう。ここは本締めでいいかな。14、あとメガネ。で、ここ本締めしちゃっていいと思います。はい、本締め終わりました。あ、ちょうどいい感じだね。気持ちここね、クリアランスは5ミリとか1センチぐらい開けといた方がいいと思います。万が一の揺れとかで若干上下前後すると左右振られると思うんで、その時にある程度クリアランスないと干渉しちゃったりとかあるんで、結構ね、こういう干渉してる音って車内に響くんで、ちょっとね、クリアランスあった方がいいと思います。まあ、これで大丈夫そうなんで、先ほどのステンのところの本締めしたいと思います。よいしょ。はい、これで完了です。はい、見てください。この出口の出具合。結構悪くはないですね。ちょっとパイプが細いかなっていう感じもするんだけど、まあこんな感じでね、今ついてます。出具合はこんな感じかな。今バンパーと連なって紐落ち出てる。で、横から見ると、こんな感じです。ちょびっとね、出てる。まあアフターファイヤーが出てもバンパー燃えないぐらいかな。で、下回りはこんな感じでついてます。見事にリアピースは直感ですね。はい、この状況下で一度エンジンをかけてみましょう。で、エンジンかけます。じゃあ、軽く吹かすよ。はい、じゃあ続いてリアピース交換したんで、フロントパイプ。これを交換したら、また温度がどうやって変わるのか。楽しみだね、エムさんね。いや、もういいと思うよ。お腹いっぱい。まあ、今回は特別とエキシビジョンっていう感じなんで、まあ、それでね、交換してみたいと思います。で、フロントパイプは、今度ね、前になる。はい、行きましょう。はい、フロントパイプ、ここね、14ですね。14ミリの、ここも、サビがすごいんで、事前に556とか潤滑さんに塗ってた方がいいと思います。よいしょ。この車、この間、触媒外したんで、動きはいいんでね。よいしょ。これひどいとね、錆びてるから、腐って取れちゃうんですよ。ねじ切れちゃったりとか。で、フロントパイプの課題は、ここなんですよ。この排気音センサー。この排気音センサー外すのに、大きさが合わない、コードがね、大きさ合わないことがすごく多いんで、私はね、これね、パイプレンチ使っちゃってます。はい、取れました。諦めたね。うん、知ってた。こういう時危ないからね、捨てた方がいい。はい、2で外れました。そしたら今度はこの排気音センサーです。21でもダメ。23かな。はい、23で、これね、本当は上のカッターも取った方がいいです。硬い。とっても硬いです。こういう時のパイプレンチ。かって。全然外れない。ハンマーかな。これ22かもしれない。いきます。外れました。はい、取れました。これ排気音センサーです。次は、あそこの付け根のところのステーです。ようやく取ろう。で、これね、ゴムの物質のところは、軽く556刺して、隙間に刺して、押して取れる。あ、取れた。押して取れました。潤滑剤刺して、ギューッと反対側の方から押してあげると、取れました。あ、ここ取りましょう。ここね。取れる。はい。今日 M さん元気ないね。元気はあるよ。元気あんの？うん。やる気がないんじゃない？やる気はいつもない。やる気はいつもない？しばくぞ。なんで？はい、取れました。はい、そしたらこれ差し込みを抜いたらこれも引っこ抜きます。これもね、この引っこ抜きながら、あっちの上に向いてる、エンジン側に向いてるのを下にする感じ。そうすると、こういうふうに取れます。はい、取れました。そしたら、後ろにやって、これやっぱ純正は1本目の部分がすごい長いんだよね。ま出てきた？で、これが、まだ出る。ね、はい。あ、もうつけるのね。はい。そう、これが、そのまま、今度はこの、上に、通常はこうやってつくんだけど、これを
下に向けた状態から通します。メンバーの上を通して、通したらぐるっと回す。まだ早いな。通して一番前の方までしてからぐるっと回す。そうすると通ります。ほら。綺麗に通ったね、これね。そうだね。そしたら、まずは、バンドを、ツイワをつけましょう。これ5個くっついてるんで、簡単にスルッと入ります。はい、入りました。あとは逆の手順でつけていくんですけど、この、車外のこのフロントパイプから中間は、分割式なんで、ここもつけます。ただ今、前まずつけましょう。一応この外したボルトなんかも、二重のところに5個使っておくといいと思います。はい。これ入れ通して、このフロントパイプの部分はガスケットはないです。おそらく。ないよね。あ、ついてるな。触媒側についてるんで、そのまま GO です。ここ14ミリね。14ミリで締めていきます。片側仮締めしたら、反対側も仮締めをして、いきなりね、片側だけ締め出して本締めしないように。仮締めし終えてから、本締めをしていく感じでね。均等に締まらないからね。はい、こんな感じかな。あとはメガネで軽くくっていくか。はい、OK。そしたらこの排気音センサーもつけるんですけど、これ今、ねじれがなくなってる状態でつけるじゃないですか。そうすると、ねじれちゃうんで、どれぐらいだろう ?2、3回転ぐらい反対側に回した状態でつける。あ、回すとねじれちゃうから、回す感じの棒を逆回しにする。そうそうそう。反対側にねじって、で、つける。そうね、そういう方法があるってことはさ、誰でも簡単に回したら元に素直になるかもね。何が何来た誰リアはい。これで完了です。ここの部分はね。はい。じゃあ、あとは残りの中間パイプのところをつけたいと思います。レッツゴー。こちら回ってくるのめんどくさいから、いろいろ反対側からずっと入れて。残りは、このパイプをつけるだけです。これも、ここの分割のボルトがついてますので、これをね、一回バーッとつけます。ボルトは、確かエンジン側です。エンジン側につけて、これマフラーの出口の方、リアピーストつける側のやつの方を上向きの状態でね、つけてください。180度反対につけないように気をつけてください。つけたら、ナットを閉めます。はい、これで仮止めをしたら、このお尻の方もつけましょう。バボッとね。そしたら、まず最初前を本締めしましょうか。これ、後で戻すんだよね。まあ、行動使用禁止ですからね。ですよね。はい。戻すんですよね。急になんか波持ってきたね。うるさいのはダメだよ。当たり前じゃないですか。本当に言ってるそれ。当たり前じゃないですか。9割嘘だからね。競技用ですからね、これ。これは競技用ですからね。はい。一体何と戦ってんの？スピードの向こう側だよ。そのスピードの向こう側に何があるの？バカにしてるでしょ。バカにしてない、真面目に聞いてるの。バカにしてんの？バカにしてないよ。よし。はい、じゃあ、あとはここです。残りはここでね。無事についてよかったわ、スムーズにね。ちょっと待って。無事についてよかったってつけれるあれがなかったってこと？ほら、フロントパイプの排気音センサーと、ボルト、あそこはやっぱちょっと心配だった。あそこはやっぱほら、腐って落ちたりとかさ、そういうのがよくあるところだから、そこは心配だった。オッケー。はい、これで完了しました。はい。それでは、このマフラーのレイアウトをね、取り付けたレイアウトをご覧ください。どうぞ。はい、ということで、無事、なんとか取り付けました。今回あれだね、エンジンスムーズについたね。とりあえず、今これでエンジンをかけてみたいと思います。走行に関しては、特設のね、サーキットに移動しなきゃいけないので、とりあえず今はエンジンかけた音を聞いてみましょう。はい、じゃあかけるよ。はい。どんなだろう。ワゴン R の直感は私も初めて。はい、行きまーす。やっぱこれだよね。大変なことが起こりました。騒音です。騒音工学です。ということで、ものすごい音になるのは初期の上だったんだけど、とんでもないよっていうのなんかを使用者さんにお伝えするために、あえてですよ。好んでじゃないですからね。あえて取り付けました。で、実際走るとどんな感じの音になるのかっていうのを、これから撮りたいと思います。
はい、じゃあ今度は車内の感じです。はい。こんな感じ。うん。はい、ということで、M さんどうだった？うん。なかなか活かしたサウンドだったでしょ。うるさかった。ということで、まあこれはね、今回、マブラック特設サーキットということで、まあ装着してね、どんなサウンドなのかっていうのなんかを実験検証で撮りました。はい。はい。ということで、こちらのマフラーはコード走行不可となっておりますので、くれぐれもね、特にお若い方は、くれぐれも爆音サウンドで街中を走らないようにしましょう。20年前はね、合法だったんですよ、爆音の始め。知ってました？うん、知らない。知らない？うん。だから遠慮がちに言ってるけど、うんこれからはい取り外して付け替える作業を待ってるんで。ですね。まあ、とりあえずね、視聴者さんが、まあ、マフラー変えると直感にしちゃうとこういう音が出るんだなっていうのを参考にね、していただければと思いますので、くれぐれも行動走行はしないようにお願いします。一番最初にやっておきたいマフラー。こちらをですね、交換したいと思います。やはりマフラーの音を聞いてね、やる気というものが駆り立てられますので、そちらを交換したいと思います。そして、ただ単にリアピースだけを交換するのではなくて、前回のね、FTS リミテッドと同様に、リアピースだけではなくて、中間パイプも含めて一緒にですね、排気効率を向上させようと思います。中間パイプをですね、ストレートにすると、かなり純正の中間パイプは消音効果が高いんですね。それなんですけれども、今回中間パイプもストレートにして、そしてリアピースも交換すると。一応リアピースの方は消音器がついてるんですけれども、それでもなかなか活かした K6A の本質であるサウンドをね、お聞きになれるかと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは商品を紹介したいと思うんですけれども、商品はこちらになります。でじゃーん。こちらですね、一見すごく綺麗なので、新品買ったのかよと思われがちなんですけれども、これ実は中古で購入しております。まずこちらの中間パイプに関しましては、オートジュエル社製の中間パイプとなります。そして、だいぶね、焼けが入っていたので、マーブラがこれ実はですね、一個一個ペーパーで焼けとか焦げを落としました。そしてこういう風にね、地味にところどころ残ってるところもあるんですけども、こちらは本当によっぽどゴリゴリ削らないと落ちませんので、これはあえてそのままにしておきました。いずれにしてもね、焼きが入っちゃうので変わらないのでね、そのままにしておきました。そしてこの綺麗になった中間パイプと同様に、こちら、柿本レーシングのマフラーとなります。こちらね、当然ジャスマ認定なんですけれども、この中間パイプをつけることによって、この柿本のマフラーでもかなり活かした音量になります。パイプもある程度磨きまして、かなり光沢感が出てるかなと思います。そして出口の方も真っ黄色と汚れてくすんでたんですけれども、こちらも全部磨き倒して、徹底的に綺麗にしました。それでその時にね、柿本のステッカー剥がして全部磨いてしまったんで、ステッカーは貼られていないんですけれども、動画の後には貼ってあるような状態になっております。そして皆さんお気づきかもしれませんが、私のこの車両ですね、リアピースの取り付け部分がフランジタイプなんです。それなんですけれども、今回後期型と同様のこちらの差し込みタイプ。中間パイプの方もね、こちらの差し込み口になっておりまして、こちらに交換しようと思います。ただし、後期型のをそのまま付けようとすると、MH22S 型というのは、O2 センサーがですね、中間パイプに刺さってるんです。しかし、MH21S とかには、O2 センサーが中間パイプにはございません。なので、どうするかと言いますと、このようにメクラボルト、こちらをですね、刺して O2 センサーを刺さなくても平気なように対策を施しました。この状態から、いよいよ取り付けしていきたいと思います。本来であるならば、中間パイプをつける前とつけた後とやりたかったんですけれども、今言った通り、純正の方はですね、フランジタイプのマフラーとなっておりますので、この柿本だけっていうのができないような状態なんですね。それなので、こちらのフロントパイプと柿本のリアピースのマフラーの方を一緒くたにね、どんな感じでつけていくのかというのをご紹介して、それで最後にノーマルマフラーと柿本のリアピースとこのオートジェールの中間パイプを組み合わせた音量がどんな感じなのかというのを停車時とね、走行時で聞き比べてみたいと思います。さあどうでしょう。いよいよ中間パイプからこちらの出口まで取り付けることが完成しました。消音器はここだけというような状況になってます。あとはね、フロントの純正の触媒がついているような状態です。出口は残念ながらこのような感じでですね、隙間が非常に大きいんですね。やはりなんかこういうワゴン R の一応 WR 用なんですけども、なぜかこういう風に出口の切り欠きがね
車種によって個体差があるので余裕を持たせてるんでしょうけども、やはりこの隙間がありすぎたのがね、マーブラ的にはちょっといかがなもんかなと思っております。ゆくゆくバンパー変えますので、その時にねバンパーに合わせてワンオフで作るのか、それともマフラーハンガーの方で調整できるのか、やれるだけにやって今後合わせていきたいと思います。くれぐれもワゴン R はちょっと車高を落としたりとかすると、このマフラーの出口がですねタイヤ止めによく当たってしまいますので、くれぐれも気をつけてください。それでは実際にエンジン音聞いてみましょうか。まずは停止状態からね聞いていただきたいと思います。はい、ということで中間パイプをストレートにした柿本のマフラーいかがだったでしょうか。マーブラの経験上ではですね、いずれにしろ中古なので M さんの黒のワゴン R につけてたオートジュエルの中間パイプのストレートと、スズキスポーツのマフラーと、今回のオートジュエルの中間パイプに柿本のマフラー、こちらの両方で音を聞き比べた感じだと、マーブラの経験上ではスズキスポーツの方が音量が大きいという印象がありました。消音器のね、中のグラスウールの焼け具合っていうのは正直見えないので、なんとも言い難いんですけども、その以前にね、使われた状況によっても異なるかもしれないんですけども、ここのマーブラックスタジオにあるスズキスポーツのマフラーと柿本 R のマフラーと比較すると、柿本の方が消音効果が大きいという印象を受けました。ただし、決して柿本のマフラーが悪いという印象は受けませんでした。こちらもちろん車検基準のジャスマ認定のマフラーともなってますので、そのまんま車検の方も通せますし、音量の方はそんなに心配しなくてもいいのかなと思います。アイドリングの状態も純正よりも少し音が大きいかな程度でございます。なので、結果的にはマーブラこれで満足でございます。個人的にはもうちょっと音大きい方がいいかなと思いますけども、ただ今後ね、箱根の峠とか走る予定がありますので、それなので近隣の方のご迷惑をおかけしたら、これぐらいの音量が妥当なのかなという印象を受けました。ということで、MH21S、MH22S、MJ21S、MJ22S、ワゴン R や AZ ワゴンをね、お乗りの視聴者の方は少しでもね、参考になっていただけたかなと思います。もし、マフラーのね、交換を考えている方は参考材料になれば幸いでございます。はい、どうもこんにちは。本日はですね、こちらのワゴン R スティングレー MH22S DI ターボのマフラーを交換したいと思います。ただ、あるものをつけるんではなくて、この車両の特性、使い方、音量、見栄え、そこら辺を踏まえてですね、チョイスしたマフラーをつけたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。これからつけるスズキスポーツの排気抵抗の少ないマフラーとなっております。車外のマフラーはこのようにリアピースの部分が分割になっているタイプが非常に多いので、この車外マフラーを取り付けるときは純正マフラーを取り付けるよりも非常に楽になります。そして車外マフラーのメーカーによっても異なるんですけども、こちらのスズキスポーツのタイプはこのようにカールエンド状のフランジになってますので、これは純正マフラーと同様にバンドで締めれば排気漏れもなくちゃんと取り付けます。ただ、柿本のような感じでフランジがですね、ちょっとラッパ型、カールになってないタイプがあるんですけども、そちらのタイプはベッドでガスケットを取り付けないと排気漏れはしないんですけども、マフラーのバンドがですね、ちゃんとしっかりと固定されなくて、カタ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 、アイドリング中などで音がしたりとかしますので、柿本から売られているガスケットを別途準備しなければなりません。さあ、そしてね、こちらのマフラーも出口の部分もサビサビだったんですけども、ちょっと軽くペーパーでこすってね、カールエンドの部分も綺麗にしました。純正の出口と比べてもね、一回り大きくなってますので、こちらの DI のマフラーの切り欠きって M ターボとか MA と比べるとものすごく大きいんですよね。それなので、今回このスズキスポーツの出口をつけることによって、だいぶバランスが保てた感じになるんじゃないかなと思います。取り付けた後のね、サウンドを聞いていただきたいと思います。そして結構肝心なのが、このマフラーブッシュなんですけども、車外のマフラーをつけたりとかすると、ゴムがですね、純正なんか結構柔らかいんですね。それに対して、こちらなんかはねじれとか引っ張りに結構強くて硬いんですね。それなので、マフラーがあんまり触れないということがありますので、今回このスズキスポーツのね、マフラーは結構作りがいいので、特に問題はないんですが、一応ですね、
マイカーというコンセプトのもとで作りますので、こちらの強化物質でね、さらに動かないようにマフラーを固定したいと思います。これをですね、ここに通すときに、このままだと結構硬いんですよ。なので、これにパーツクリーナーをつけてですね、はい、通します。そうすると、濡れてるんで、滑りが良くなって、非常に入りやすくなります。はい、これで完了しましたので、これで車両につけたいと思います。出口の見た目具合もこんな感じで、真横から見てもほんのりとバンパーから出てるぐらいで、これはいいね。さすが鈴木スポーツ。作りが違いますね。そしてリアビューはこんな感じになってます。いいですね。なんかすごく紳士的なマフラーっていう感じでついております。極端に強調も強くなく、さりげなくスポーツマフラー入れてますっていう感じがいい塩梅だと思います。それではこれから実際にエンジンをかけるんですけども、ちょっと今はね、ノイズキャンセルのマイクを使っていますので、iPhone のそのままのマイクで生の音を聞いていただければと思います。はい、ということで、この車両、鈴木スポーツのマフラー取り付け完了しました。どうですか？見た目的にはね、派手好みの人からしてみたら、ちょっとシンプルすぎるかなって感じかもしれないんですけども、マーブラみたいなおじさん連中の方に関しては、下品すぎず、さりげなく変えてる。音量の方も、ノーマルとは明らかに違うんですけども、かといって近隣のね、家に迷惑がかからないような、そんな感じの音量具合となっています。もちろんこちら、車検も通りますので、全然問題ありません。これちなみに中間パイプをストレートにしたとしても、車検にも合格できるぐらいの音量となっています。ただ、柿本のマフラーと比べると、若干鈴木スポーツの方が音が大きい印象を受けます。ワゴン R スティングレー DI ターボ MH22S の今後のいじり方によってですね、異なってくるんですけども、今回の状況に関しましては、中間パイプはノーマルのままで、鈴木スポーツのリアピースのマフラーをつけるのが、現状では妥当じゃないかということで、今回チョイスしました。今後ですね、まだ軽くしか乗ってないんですけども、これからね、もっとしっかりと乗ってみて、またはチューニングの度合いによっては、もうちょっと抜けのいいマフラーをつけようとか、中間パイプをストレートにしようとか、そういうこともこの車両をね、今後見ていきたいと思います。実際に今、現状で乗った感じに関しましては、やはり低回転に関しては、ほぼわからないぐらい犠牲になってません。ですが、やはり排気の抜けは間違いなしにノーマルと比べると良くなってますので、高回転の伸びがですね、非常にいいかなと感じます。そしてブーストのレスポンスが上がったっていうのかな。そんな感じのピックアップが良くなったみたいな感じなので、こちらの鈴木スポーツのね、マフラー残念ながら廃盤にはなってるんですけども、抜けはいい、車検も通る、そして音量もそこそこいい音するという3拍子揃ってるマフラーですので、もしヤフーオークションとかでね、欲しいなと思った方は、たまに安く出ている商品もございますので、検索してみてはいかがかなと思います。送料を含めて2万円以上は買わない方がいいと思います。本日はですね、この動画で私ワンオフマフラーを作ったということで、他のユーザーさんにもマフラー作りますよというのをお届けしてたんですけれども、早速ですね、なんと依頼が来ました。ありがとうございます。ということで、本日はワンオフマフラーを作成したいと思います。ワンオフマフラーなんですけども、リアピースの柿本のマフラーなんですけども、その柿本のマフラーのこちらの後ろの部分、こちらの柿本のマフラーなんですけども、ワゴン R ってリアバンパーがグレードによって結構違うじゃないですか。で、それによってこの形状が違ったりとかしますので、グレードによって買わないとマフラーの出口が合わないというのがありますので、依頼者さんが出口が気に食わないということがありますので、依頼者さん通りのマフラーをね、早速作りたいと思います。はい、ということで、まずはその柿本のマフラーのレイアウトがどんな感じになっているかっていうのをお伝えしたいと思います。はい、じゃあこちらがレイアウトなんですけども、こちらのジョイント部分から柿本のマフラーに変わってます。それからこうやってレイアウトが来て、で、ここでこの出口がくっつくと。そして、本来だったらこういう感じでつくんですけども、残念ながらこの出口は WR 用のマフラーということで、視聴者さんはリミテッドのこのタイプのバンパーなんですね。で、この
リミテッドの切り欠きは80パイの径がちょうど合うんですよ。それに対して、この WR 用のは出口が100パイになるということで、ここの部分を作りたいと思います。ちょっとマーブラック本気出しちゃいますよ。はい、じゃあまずは、このフランジからのパイプのレイアウトを見て、そして似たような形状のものを作ります。部材は傾向的にはこんな感じかなとか、いろいろあるんですけども、それなんか合わせて作りたいと思います。こんな感じになるのかな。まずはこうやって似たような傾向のやつを持ってきて、ちょっとこれで仮組みをしてみると。こんな感じがいいんだろうね。こんな感じなのかな。出口的にはおそらくこんな感じでいけると思います。業者さんはマーブラと同じデザインのマフラーをご希望ということで、もう嬉しいよね。思ってくれるのがね。こういう出口がここで切れてるタイプのマフラーなんかだと、ワンオフって言ってもね、かなり安くできると思います。自分の好みの消音でも選べるし、で、マーブラだったらプロじゃないんで、値段も業者さんと比べると多分半額ぐらいで収まると思います。ワンオフマフラーのオーダーでも受けたまわりますんで、ちょっと出口気に食わないなっていう人なんかがいたらご相談ください。マーブラック、親身に答えます。おおよそ分かってきたら、これでマーキングをします。だいたいこのぐらいかな。はい、これで位置が決まったんで、ここで合わせ面を書きます。そして出口80パイなんで、この 50.8 パイから80パイに異形で変換するものもついてますね。こういう風につけるような感じになります。それで考えると、もうちょっと低い方がいいかもしれないな。この状態で点付けしちゃいます。結構ね、80パイだとここギリギリなんですよ。なので、あんまり極端にギリギリ攻めすぎちゃうとバンパーに干渉しちゃうんで、そこを考えて作ります。結構慎重に。とりあえず仮止めしたいと思います。使う溶接はスプキットさんのだいぶ昔の溶接機です。では参ります。強い光に気をつけてください。はい、これで固定されました。これで一回外します。ちょっと今日は作業内容が作業内容なんで、真面目にやります。怪我するってね。はい、それではとりあえず、マフラー取り外したんで、これでね、本付けをしたいと思います。これも強い光ありますんで、十分気をつけてください。いきます。はい、これで一回ワイヤーブラシできれいにします。熱いんで気をつけてください。それで磨いてみて、溶接面がね、ちゃんとついてるかを確認します。正直溶接面はすごい汚いんですけども、これを後に削り落として溶接面を目立たなくさせるという手法をします。はい、一応ですね、こんな感じで一発目の溶接が終わりました。これを一回グラインダーなんかで削って、そして漏れがね、ないようにしていきたいと思います。裏側は今こんな感じになってます。はい、でこれをやります。はい、これでこんだけとりあえず削りました。これを念のためもう一回一周ね、ぐるっと溶接をします。頑張ろう。はい、ここからですね、ちょっと映像が飛んでしまっているのと、音声がないので、アフレコを入れさせていただきたいと思います。これですね、今、フランジ部分の溶接は、とりあえず、この後2回やったんですね。それで溶接の方完了しまして、そして今はですね、異形パイプ、メインパイプが 50.8 パイなんで、出口を80パイに持っていきたいんですね。それなので、この異形パイプの溶接をしていると。もう地味な作業でね、ひたすらバチ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 やってるだけで、見てる方はもう退屈かもしれないんですけども、これやってる方はね、なかなか火がすごいんですよ。そして今これ溶接を終えて、こんだけね、見た目すごく汚いんですけれども、まあアーク溶接だからね、どうしても溶接目っていうのは汚くなっちゃうのと、あとは何より私も溶接のプロではないんで、一応資格はあるんですけどもね、資格持っててもこの程度です。はい。そして今こうやってワイヤーブラシで、まあ取れるスパッタ、まあ飛び子ですよね。飛び
火花の飛んだものと、あとは溶接した際に生じてしまうカスですよね。それを今ワイヤーブラシで削り落として、溶接面がどんな感じかっていうのを確認している最中ですね。これでまた穴が開いてたりとか溶接が足りなかったりとかだったら、また追加溶接をするという感じになります。そしてこれからですね、グラインダーで溶接面のところをきれいに削り落として、できるだけね溶接目というのが出ないような感じできれいなパイプにしようという感じで今削り落としてます。これもこのグラインダーもだいぶ古いグラインダーなので結構ね音がすごいんですよね。ただどうせだったらしっかりとしたマフラーをね、せっかく依頼いただいたんで綺麗な溶接目になるよ、綺麗な溶接目になるよっていうか、溶接目ができるだけね目立たないようにして、作っていこうという感じでやっております。もう本当に溶接がモリモリになっているところはもうずーっとあてがって削り落とすような感じなので、非常にですねこれは地味な作業なんだけど大変な作業です。でも正直これやってて楽しいですけどね。はい、マブラは溶接最近結構ハマってて、自分のマフラー作ってからなかなか楽しくなったんで、なんかね視聴者さんのマフラーもなんか作ってあげられることができればなと思って、引き受けるようにしました。はい、こちらまだまだね視聴者さんの依頼なんかも引き受けておりますので、ぜひご依頼ください。そして飛び飛びで申し訳ないんですけれども、一応取り付けてる段階なんですけども、一応これが溶接をして、その後にグラインダーで削り落として、それでですね次のメインのパイプをどうやってつけるかというのを検討している最中です。だいぶ溶接目は綺麗になったかなと思います。はい、ということで、突然、日が変わってしまいました。残念ながらですね、昨日撮ってた動画が全部撮れてないという大アクシデントがなってしまいまして、この動画はね、なんとか配信したいなと思いまして、ちょっと撮り直してます。そしてですね、前回昨日までは溶接して、レイアウト決めて、溶接して、グラインダーで削ってという感じでやってたんですけども、あれからですね、削った後に排気漏れがないかのチェックなんかもして、それからマフラーの出口の部分を耐水ペーパー80番から削っていって、それからですね、最後にフェルトで緑の棒があるんですけども、研磨体が。それをつけて艶を出したということで、艶を出して、そしてその手前に関しては耐熱黒の塗料で塗装をしたという感じになってます。溶接の溶合が溶かされているので、その溶合からは錆が発生してしまいますので、そこに関しては黒の耐熱塗料で覆いました。そして今この後ろに見えているものがマブラックが作ったワンオフマフラーということになります。ご覧ください。まずはですね、この純正の中間パイプがあって、それから依頼者さんのこの柿本のステンレスの太鼓があります。そこからアクスルの上を通って、ここが私の作ったマフラーです。はい。これはもう本当パイプだけ、フランジとパイプの溶接だけだったんで、非常に作業自体は楽ではないんだけども、作りやすい形状の、ここね、ワゴンあるってここのパイプが短いんで、すごくね、レイアウトが限られちゃうんで、なかなかそこは難しいんですよ。頭使わせられるっていうレイアウトになってますね。排気干渉とかもできるだけ作りたくないんで、なだらかにね、出口を持ってきたかったんで、そしてここから、だいぶね、溶接目なんかも消えたと思います。グラインダーで一生懸命削ったんで、そこからこうやってきて、で、ここが例の言ってた、ほら、これ見えるでしょ。これだけね、メッキがけました。メッキがけたっていうか磨き込んだんでね、だいぶ銀ピカになってます。それから、出口は、ここの今汚いのは磨き粉がね、飛んでるんで、また納品するときには綺麗に洗おうと思ってます。出口の出面はちゃんと、この切りかきのところに合わせて作りました。マフラーってある程度走行するときこうやって揺れるんで、縦にも横にも揺れるんで、一応その部分のクリアランスは確保してます。そして、これ、それでも当たっちゃうっていう人なんかは、これはマフラーの問題というよりも、出口の
ここのですね、マフラーブッシュが純正のってやっぱ結構柔らかいんですね。なので、車外の強化版のマフラーブッシュに変えると、このマフラーの揺れもかなり軽減されて干渉しないっていうのもありますので、もし当たっちゃうって方なんかは、それに交換するといいと思います。はい。そして肝心要の依頼者様からのオーダーは、このバンパーとの面ということで、一応ね、この一番後ろの部分と面になるような感じで、出口を作りました。どうでしょうかね。こんな感じで。一応ね、引きで見ても、こんな感じでね、結構なんか音でかそうなのかなと思いきや、意外に静かです。これはもうワゴン R の出口の部分って、消音器も全部ついてないんで、その手前のところにね、消音器がついてるんで、この出口の部分に関しては、もうほんと書き元そのまんまの消音機能となってますんで、音量は全く変わりません。いいなぁ、酔いしれるな。やっぱこのワンオフで作った時のぴったり感がね、最高の仕上がりですよね。はい。こんな感じでなってます。はい、ということで、マーブラック、ワンオフマフラーの製作依頼ということで、ワンオフマフラーを作りました。これですね、依頼者さんからは出口だけということだったんで、出口をね、作らさせていただいたんですけれども、正直、フロントパイプからでもがっちりと作れます。ただ、私もプロじゃないんで、プロのような綺麗な溶接とか、そちらを求めるんだったら、プロの方で依頼された方がいいと思います。私プロじゃない分、プロの方とは違う料金でね、控えめなお値段って言ったらいいかな。そちらでやらさせていただいてますんで、ワンオフマフラーってなるともう本当何十万の世界とかになっちゃうんですけども、内容によっては言っちゃうかもしれないけども、フロントパイプからとか言ったらさすがになっちゃうかもしれないですけども、この出口とかだったら、本当数万円とかで全然できますので、ぜひね、この出面をちゃんと調整したいという方なんかがいらっしゃったら、ライトなワンオフから結構、ワンオフマフラー屋さんってこの出口だけとか結構嫌がるところもいらっしゃるんですけども、私は出口だけとかでも、中間からとかでも、フロントパイプからとかでも全然作れますので、もしね、マフラーにマフラー作らせてやろうかなという方がいらっしゃいましたら、作業依頼の方お待ちしております。またマフラーのワンオフ製作だけじゃなくて、メンテナンスから、チューニングからカスタムから、洗車から、全体的な作業の方受けられますので、ぜひね、ブラックにやらせてみようかなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、概要欄の方から DM とご一報いただければと思います。最後にお知らせ1点なんですけども、前回大変好評でした。こちらのね、マーブラック乗り物 TV カーミーティングということだったんですけども、前回ゴールデンウィークにやらさせていただいたんですけれども、次回はね、秋頃言ってたんですけども、大変好評のようなので、正直台数どれぐらい集まるかわかりません。ただ、マーブラック乗り物 TV カーミーティング第2回は8月13日日曜日に行いたいと思います。はい、ということで、視聴者の皆さん、台所の奥さん、8月13日日曜日、時間を空けといてください。ご予定がある方に関しましては、無理には、来てくださいとは言いませんので、一緒にね、みんなのワゴン R とか、それ以外の車両なんかでも全然構いませんので、ぜひ、会場にお越しいただければと思います。詳しい場所や時間に関しましては、また今後の動画をね、お見逃しなくご覧いただければと思いますので、ぜひ、楽しみにお待ちください。
軽く吹かすよ。今日のね、くだらないやつ。メガネ取ってってさ、メガネ取ったの。サングラス渡してたって怒られたの。何一人でで、メガネ取ってて、これ取れていいの？これ、こう取れていいよな。夜の峠を駆け抜けるワゴンなるカスタム入ってる新鮮な音が開き渡るライバルたちを聞いたりにビート感高なカンカン心臓が高かってるこの瞬間アクセル踏み込む速さ壁を切ってしむこの道ダイナミックなビートに乗せて輝感が体を包むチェンリーの光が見えるこの瞬間を感じて急上昇する新鮮な音巻きとするビートが心を打つ峠の茶へとなく夜の闇を切り裂いてチェンリーを掴むその時までこの走りを止めないでライバルたちの背中を追い越し自分を信じて突き進め夜空に星が遠くエンジンの音が弾く街仲間たちが応援してる一緒に夢を追いかけようスピード感が溢れる心の中の炎が燃えるこの瞬間を永遠に胸の中で走り続ける急上昇する新鮮な音巻き通すビートが心を打つ峠の王者へと巻く夜の闇を切り裂いて急上昇する新鮮な音巻き通すビートが心を打つ